はいこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はジアライカラットダイナミックドライバーモデルです。私は知らないメーカーさんなんだけど。愛も知らなかったわ。洗剤屋さんなのね。Amazon 見たらケーブルがたくさん出てきたよ。どれも3000円台前後で買えるのはありがたいよね。そうだね。ジャックさんは使ったことある？ないな。4.4 ミリで何か買ってみようかな。あれ？最後のやつ違うんじゃない？あらら、ほんとだ。ごめん。ジアライで検索したらヒットしたのね。はい、これはなしね。カラットはジアライ初のイヤホンらしいね。そうなんですか。どんな音なんだろうね。モデル名の通りカラッとした音質なのかな。ミミーちゃん、頭の中唐揚げ浮かんでない？ジューシーなやつね。やっぱり。さすが食いしん坊さんね。まず価格だけど1万円ぐらいだね。ミドルエントリークラスってとこかな。ありだとオプションケーブルとのセットもあるね。さすが洗剤屋さん。最近この価格帯のダイナミックドライバーモデル結構レビューしてない？そうね。DPG スター1とかキファインデルシーとかね。今回もまたこのモデルたちとの比較になるんですか？半分イエス、半分ノー。価格帯はちょっと置いといて、振動板がカラットと同じ DLC なモデルを選んだよ。はい、じゃあ後ほどお願いします。パッケージ内容はご覧の通り、外箱が結構しっかりしてて大きめ。ケース付きでイヤーチップが3種類、0.78mm にピン、高純度 OFC ケーブルがバンドルされてるよ。手触りがマットな感じでちょっと硬めでゴワゴワしてる。カラットの音質にマッチしてるってことなんで、音収録や視聴はこのケーブルを使ったよ。デフォルトで 4.4mm の選択肢がないのがちょっと残念。外観はアルミニウム合金で堅牢な作りで、フェイスプレートはさりげない多面的なデザインが何気にいいわ。サイズを見ると縦横厚み、どれも 20mm 以下で小ぶり。片側 5.2g と軽め。装着感はとてもいいわ。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプ。チタンメッキの DLC 振動板が使われてる。アルミニウム合金のキャビティにチタンメッキの DLC 振動板から想像する音は感触系で抜けが良さそう。さてと、ここからは波形を見ながらね。バンドルイヤーチップ3種を比較したのがこれ。青と黄緑のカーブがよく似てるけど、どちらも内径が少し絞ってあるタイプね。6.5kg あたりがとんがってるのがこれ。内径を絞ってないタイプで、この中では高さが一番ないね。バンドルイヤーチップを使う際の参考になればいいかな。ちなみにマイイヤーチップを足すと 6.5kg あたりが平坦なタイプはファイナル E が似た感じ。その他のマイイヤーチップは 6.5kg あたりがとんがってるタイプに似てるね。で、ディバイナスベルベットを装着したシングル波形がこれ。広域のピークのカーブが中間的な感じなので、今回もこれにしたわ。サウンドチェックの比較はどれにしたの？今回は DLC 振動板モデルの比較にしてみた。まず価格帯も近いキファインデルシー、そして価格帯は違うんだけど TRN コンクにはステム部に交換できる物理フィルターがついてて、フィルターの比較波形はこんな感じなんだけど、今回は標準とされているフィルターを使って音収録したよ。音調整の基準はカラット、ケーブルはカラットのバンドル品を使用。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。Acordei, corri pra ver a cor do mar. O sol já tá pra nascer.
印象が違っていたように思います。まずテルシーとの比較。カラットの方が広域が効きやすい気がしました。2キロ過ぎからの波形はかなり似てるね。2キロ以下もカーブの傾向は似てるけど、広範囲にわたってネルシーとのレベル差があるカラットの方が広域が効きやすいという結果になっていると思う。カラットはやや広域寄りのバランスに感じるかな。ネルシーは低域が強めという特徴なんで、それはそれでよし。コンクとの比較はボーカルバランスに差があったみたいね。2.5 キロ付近のレベル差なのかな。そうだね。カラットとの出音の違いははっきりしてたね。ただコンクの物理フィルターによる音質調整のこれを使うとカラットに寄せることもできるんで、5000円前後で買えるコンクが人気あるのも納得だよね。コンクは微妙な点ないの？物理フィルターを頻繁に交換した時の耐久性かな。それ以外は特になさそう。それではカラットを聞いた印象をお願いします。はーい。バンドルケーブルで聞いた印象ね。低域波形で見るより存在感あって量感とアタック感のバランスがいい。キックが固めなのでリズムが締まって聞こえる。ベースも曖昧さはほとんど感じず、スネアはやや軽めな響き。タム系も結構いい響き方してる。フロアタムがちょっと物足りない。200から 300Hz あたりを探りながら少し持ち上げるとスネア、フロアタムに厚みが出てくる。チタンメッキの DLC の効果なのかね。そう言われるとそう思えてくる質感だわ。中域主に中域をチェックするリファレンス曲ではさすがにこの落とし方だと少し弱い感じがするけど、まあ仕方ないでしょうね。その分低域が聞こえやすくなるんでしょ。その通り。中広域から広域2から 4.5 キロあたり割と平坦な割に5キロ以上をしっかり出してる分、ボーカルメロディーは結構前に来る。明るめな音だけどボーカルの刺さり感はややある。シンバルは繊細でちょっと薄めの質感。邪魔に感じるほど前には出てこないけど、ちょっとシャンシャンって感じの響きが気になるといえば気になる。全体的には明瞭で感触系の分かりやすいドンシャリサウンド。この数ヶ月でレビューしてきたダイナミックドライバーモデルの中ではかなりメリハリを感じるモデル。空間も感じやすいし、分離低位感も不満には感じない。愛には最初ちょっと広域がきつく感じましたが、イヤーチップのサイズを S から M に変えることで低域がしっかり出るようになりました。イヤーチップはステム系の影響を受けるからね。微妙な点はないの？中域をそれなりに落としてるんで、フラット系が好きな人にはあまりおすすめできない点かな。あとシンバル系が割とシャンシャンなるんで、そこが苦手な人はスルーした方がいいだろうね。それ以外はなかなか聞き応えのあるいいモデルだと思うよ。こういう音好きな人多そう。ちっちゃいのになかなかやるよね、カラット。そうだね。ということでジアライの DLC1DD モデルカラットのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。